北極域研究センターの大西藤夫と言います。北極域の国際関係について研究しています。多くの人にとって荘厳な大自然、人間のあまり住んでいるイメージがないと思うんですけど、実際には北極圏には約400万ぐらいの人が住んでいます。国籍も違いますし、様々な先住民の人たちが住んでいて、一言で言うと多様な地域。氷が溶けてですね、いろんな可能性が出てきたわけですね。例えば将来その海域に魚が北上していってですね、漁業ができるかもしれないって考える人もいますし、そういった海底で資源開発ができるかもしれないっていうような人たちもいますし、今までヨーロッパとアジアのスエズ運河南回りで物を運んでたんですけど、それ北極海が使えるようになるとその距離が約3分の1縮小されるので、特にアジアとヨーロッパの貿易にとって大きな影響インパクトがあると言われています。北極評議会というのは1996年にアメリカ、カナダ、ロシア、北欧5カ国全8カ国によって設立された国際協力で、特に環境保護、持続可能な開発、この2つの分野の国際協力をやっている政府間組織です。国の代表だけではなくて先住民の代表も一緒に会合の場に座って発言して物事を決めていくというところが大きな特徴になっています。ロシアによるウクライナ侵攻が始まって以降、この非常に重要な活動をしている北極評議会が今ほとんど活動をストップさせています。でそれがそこに暮らしている人たちの日々の生活にも影響を与えていますし、氷の変化であるとかそこの生態系の変化とか、そういった研究のコーディネーションも行ってますので、そうしたことが今できなくなっていると。主には、北極圏国の外交官の方であったりとか、北極評議会であるとか、それ以外にもビジネスだったり先住民の方々に、聞き取りを行ったり、あと北極圏国の研究者と意見交換したりというような調査を普段しております。ロシアがさらに北極でもさらに軍備強化を進めるんじゃないか。またフィンランドが今 NATO に加盟しましたし、今度スウェーデンが加盟すると言われています。でそうすると、北極圏というのは、ロシアとそれ以外の国は全部 NATO の加盟国になってしまうので、北極圏での対立がものすごく激しく進行するのではないかと言われているんですが、現地調査したところ、戦争の影響は主にガバナンスですね、北極評議会の活動であるとか、そういったところに大きな影響が出ていて、安全保障の方では戦争の前と後ではそれほど変わっていないということが分かりました。アラスカに行っても、カナダの北極域に行っても、北欧の北極域に行っても、ロシアのシベリアの上の方に行ってもですね、やっぱり話す言葉も違いますし、食べるものも違うし、違いというか多様性をすごく肌で感じますね。北極域の国際関係というのは比較的国際政治とか国際関係論の中でまだまだ研究し尽くされてない新しい分野、研究対象だと思います。どんどんその自分で開拓していくっていう醍醐味があります。景色がすごい綺麗なんですよ。この前も海辺にものすごい大きな氷の塊がグリーンランドに漂着してて、でその次の日にはその大きな何トンもありそうな氷がなくなってたりとかですね、普段あまり見ない、自然のいろいろなその一面を見れるのが個人的には非常に楽しみですし、気分転換になってます。その話をよく聞いて、で一つの問題でもいろんな見方があるので、それをできるだけ足を使っていろんな見方があるということを理解するということを大切にしています。
高校生の方には、ぜひ北極研究に一緒に仲間になってほしいなというのがあります。もちろん白熊のことが知りたい、また北極の氷のことを知りたいっていう人たちも大歓迎ですし、政治経済であったりとか人の暮らしとか先住民のことであったり、そういったことにもどんどんより多くの若い研究者だったり学生の皆さんが関心を持ってくれると非常に嬉しいです。